石巻市重機オペレーターでもいらっしゃいます藤井真紀子さんです。テーマはサルサで始まった真紀子の復興支援。はじめまして、私藤井真紀子ことマイメロ真紀子と申します。皆さんサルサってご存知ですか？キューバ発祥のペアダンスです。都内では毎日のように何かしらサルサのイベントが行われます。この震災を機に東北のお力に少しでもなりたい、同じ日本人としてできることは何でもしなくちゃという思いから、東京の中野サンプラザを拠点に東日本大震災のチャリティーサルサイベントエクセレンテサルサを主催しておりました。営利目的ではないので、必要経費以外の収益金はすべてこの震災の義援金として日本赤十字社や石巻で震災当初から今も毎月2回ボランティア活動を今もしている埼玉県川口市 NGO 未来笑顔届け隊に寄付しておりました。私は震災の2ヶ月後から石巻のボランティア活動に携わるようになりました。お仕事のお休みを利用して笑顔届け隊のメンバーとともに第2、第4の週末に今も継続してボランティア活動を行っております。一昨年、石巻の渡野葉海岸で瓦礫撤去作業の無我夢中で8週末連続で作業をした経験がありまして、交通費はすべてクレジットカードで支払いをしていたので、あまりお金を使ったという実感がなくて、気がついたら銀行にたった1500円しかないこともありました。そのこともきっかけで、私は去年の5月に板橋から石巻に引っ越してまいりました。去年の5月に仙台で車両系建設機械という重機の免許を取得し、一昨年7月、石巻市塩見町に完成した瓦礫焼却炉にホイールローダーという重機を乗り、瓦礫を投入するお仕事に今年の1月まで従事しておりました。その資格を生かし、現在では復興事業には欠かせない道路や建物の基礎、土地のかさ上げに使われる採石がある採石場の現場で働いております。こういったお仕事に従事することにしたのは、やはり自分が今まで経験したことのないことに一からチャレンジして頑張れば、一緒に頑張りましょうって言えるんじゃないかなと感じたからです。もともとは港区赤坂の森ビルの受付のお仕事など接客業に携わっておりました。全く経験のない分野への転職となりました。自分がホイールローダーという重機をここまで好きになるとは思ってもいませんでしたけどね。被災地では初夏から秋口にかけて家を津波で流された跡地に草がぼうぼうの空き地がたくさんあり、草原の中に家がポツポツあるような状況です。私が住んでいる石巻市湊町もその一つで、害虫やアシナガバチが発生して窓も開けられない方がたくさんいらっしゃいます。市役所に相談しても取り合ってもらえずに困っている方とも実際お話ししました。そこで一人でも多くそういった困った方のお手伝いをさせていただこうと震災後一度も草刈りをして草刈り活動を、そこで一人でも多くそういった困った方のお手伝いをさせていただこうと、先々月まで草刈りボランティア活動を行っておりました。震災後は一度も草刈りをしていないところには必ずと言っていいほどアシナガバチの巣があり、それを機に草刈りだけではなくアシナガバチの駆除も始めました。ゴミもポイ捨てされたものや不法投棄のゴミ、震災で流されたと思われる瓦礫があります。草刈りをしていると通りがかりの方に暑い中ご苦労様、急遽オラの家の前もやってけろと頼まれる方、ありがとうございますと手を合わされる方、飲み物を差し入れしてくださる方、一緒に草刈りをしてくださる方、
震災当時のことをお話ししてくださる方など、地元の方に密着した活動ができます。草刈りが終わった後は、とってもすがすがしい気持ちになりますし、なんといってもこちらの方に喜んでいただけて、本当に良かったなと感じます。綿の葉海岸では、前にも述べた通り、綿の瓦礫撤去作業に8週末連続で板橋から通いました。そんな思い入れがある綿の葉にフラッとマラソンに行ったところ、今まで瓦礫撤去作業の時には見たことのない風景がありました。公園が新しくできたことは喜ばしいことですが、周りが草ぼうぼうでゴミがそこら中にポイ捨て、公園で遊んでいる子どもたちや、また頑張って家を建て直したりリフォームをしたりして一生懸命生活を立て直そうとしている方たちにとって決して良い状況ではありません。そこで私は地元の方々と一緒にこの綿の葉海岸の防波堤沿いのゴミ拾いのボランティアを10月から行っております。活動していると散歩している方によく話しかけられます。どうせやってもまた次の週は汚くなってしまうよという諦めた方も中にはいらっしゃいます。だけど何もしなかったら変わらないし、ゴミがもっともっと増えてしまうかもしれないじゃない。私たちは毎月第2、第4週末は必ずここに来て絶対にきれいにしますとお答えをしたところ、本物のボランティアだな、震災当初のことを思い出すなと震災当初のお話をいろいろしてくださり、あの時もボランティアさんに助けられたなと懐かしみにっこりして帰っていかれました。この活動を通して確実に地元の方々が変わってきております。私事ですが、まきちゃんずっと毎月ボランティアですごいね、真似できないよ、そのパワーはどこから来るのとよく聞かれます。私はボランティアに行く前に必ずしていることがあります。それは石巻から仙台にサルサを踊りに来て、陽気なラテンミュージックを聴きながら適度にお酒を飲みますそして次の日に早朝石巻に帰り、ボランティア活動に取り組みます。サルサを踊った翌日はとってもハッピーな気分でいられますし、実際脳内のハッピーホルモンが分泌すると科学的にも実証されているそうです。やはり自分が元気でないと他の人も元気にできませんからね。この震災を通じて今自分が当たり前に生活していることがいかに幸せかと気づきました。私は幸いにも震災の時は関東に住んでいて何不自由なかったのですが、被災された方々の中には震災当時毎日熟睡できないし、あったかい食事が食べられず、仕事も家も大事なご家族も亡くされてしまった方々がたくさんいらっしゃいます。ですからこの当たり前の生活が遅れていることに毎日感謝して、お子さんがいたりご家族の事情で東北のボランティアに行きたくても来れない方の分まで趣味のサルサを踊りながら笑顔で楽しく一生懸命この活動を継続して行っていきます。まだまだ人手が不足しております。皆さんこれからもご協力よろしくお願いします。